ダイニングテーブル周りは結構色物が好きだったりとか、お香立めっちゃ来る、これジャストフィットだよね。フィンランドのアウトレットのお店で購入しました。好きなパロサントとかは楽しんでます。後ろこんな感じになってて、普通にここで壁にかけること。ダメだった。全然できない。強かった。なんか下にドーンって押してる感じだったから流し込むみたいな感じができるといいかもね。もっとカップ傾けるとかなのかな。こんにちは、えりこです。さっきもラテを作ってみたのですが、ハートを作ってみたけど全然ハートにならず残念でした。もう少し練習しなきゃダメだね。もうちょっと頑張らないと。はい、日々練習ということで、でもラテは美味しいです。とってもいい感じのフォームミルクになってる気がする。というわけで今日はこのいつも過ごしているこのリビングのルームツアーをしようと思っています。で今回のルームツアーに関しては家具とかももちろん紹介していくんですが、ここに引っ越してきてから半年ぐらい経っていて、で小物だったりとか本とかそういう自分が好きだなっていうふうに思っているものがたくさんあるので、そういったこととかここを本当は工夫してるんだよねっていうポイントとかも
いくつかあるので、そういったところもまとめて紹介していきたいなと思っています。なんかあれだよね、その小物とかだけじゃなくて収納とかも結構工夫してるもんね。そうなんです。そう結構好きなものが多いので、なるべく見せたいものは綺麗に見せる、隠すものは隠すっていうのを結構工夫して頑張ってるので、そういったところもなんかちょっと裏側みたいなところも今回は紹介できたらなと思ってます。というわけで早速やっていきましょう。でまずはじめにこの我が家の全体の話をすると、うちはメゾネットタイプのお部屋になっています。ここが上の階で、下の階に寝室やデスクのスペースとかお手洗いとかお風呂とかがあって、この2階のスペースに関してはキッチンとリビングスペースっていう感じです。なぜか洗濯機も上にあるよね。そう、洗濯機もなぜか上にあります。はい、っていう面白い感じの間取りになってます。で、お仕事するときはそのデスクスペースにいたりするんですが、普段リラックスするときとかは基本こっちのリビングスペースにいて、上の階はね結構天井が高いので、日当たりもすごくいいので開放感があって、なんかすごく快適に暮らせるようなお部屋になってます。それでなんか全体のお部屋のお話とか、下の階のデスクのスペースとか寝室のお話とかは前回のルームツアーで結構詳しく話したので、そちらも合わせて見てみてください。じゃあリビングのところから、リビングのっていうかこのダイニングテーブルのところらへんからエリアごとに細かく紹介していきます。ではまずダイニングテーブル周りを紹介していきます。でいつも話しているものとか紹介しているのをサクッと紹介して、新しいものとかそういった小物を中心に紹介していきます。でまずこのダイニングテーブル、これはヘイのラウンドテーブルを使ってます。引っ越してから結構すぐに買ってそのままずっと使ってるんですが、この木の素材なんだけどリノリウムっていう結構色物が好きだったりとか、こういう木のトレイとかコースターとかも好きなんですが、そういったのもグレーの天板でマットなので置くものが全部生えてくれるのがいいなと思ってすごく気に入ってます。なんかあれだよね、そのラウンドテーブルの方がお部屋がなんか雰囲気良くなるよねみたいな、柔らかくなるねと思って買ったよね。そうだね。あとはやっぱ大人数来てもその椅子をここに増やしさえすれば8人ぐらい頑張ってここのテーブルを囲めるのが結構気に入ってます。っていうのと、ダイニングチェアはガルファニタスっていうブランドのものを使っています。でこのグレーっぽいものとなんかちょっとゴールド黄色みたいなのものでちょっと色違いで置いてます。なんか学校椅子っぽい感じなんだけど、ちょっとこう三角形のこういう足なんていうの V 字の足がちょっとユニークで可愛いなと思ってずっとお気に入りで使ってます。ヘイのテーブルとガルバリタスとチェアは足がなんか合ってるよね。そう、足がお揃いみたいになってて、違うブランドだけど統一感があるように見えて、この組み合わせ気に入ってます。はい、それでダイニングテーブルにいつも置いてるのがこのトレイとこの花瓶たちで、このトレイはヘイで買いました。結構前に買ったな。オーストラリアで買ったよね。1年半前ぐらいに買ったんですが、多分今も売ってる。なんか詳しくはヘイのホームページ見たらいろいろあるんですけど、これいろんな組み合わせがあって、ベースはこの六角形、それと大中小ぐらいのこういう細かいトレイでこう組み合わせて使えるみたいなコンセプトのトレイなんですね。で私たちはこの2つかな。あっちにもある。そう実はもう一つあっちに置いてるんですけど、この3つあって、こんな感じにしたりとかこうしたりとかなんかこうしたりとか、いろんな組み合わせで使えるの面白いなと思って買いました。で今はこれでここにフラワーベースを置いてるんですが、前はこうやって使ってて、で今はこっちは別のところに普通のトレイとして使ってるみたいな
感じです。なんか結構カラーバリエーションとかも多いんだよね。あ、そう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 、赤とか青とかそういう色も多分あったし、うん、色も好きに選べるし、うん、形とかサイズとかも何種類かあるからうん選べるよっていうのがいいところだね。そうだね。なんかダイニングテーブルにこういうお香とかコースターとかポンポンってこうただ置くっていう風になっちゃうとなんかごちゃってしちゃうなって思うから、こういうトレイが一つあるとそこにこう置いとくとまとまりがあるように見えて、いい感じに物を置けるので結構おすすめです。そのさ、お香立て結構質問くるじゃん。あ、お香立てめっちゃ来る。お香立てはどこのなの？これはね、ライトリーっていうオーストラリア発のブランドです。オーストラリアで買ったんだけど、今は結構日本でも買えるところがあって、一番はなんか富ヶ谷、東京の富ヶ谷にあるJAUかな、JAU っていうオーストラリアの輸入雑貨が置いてある雑貨屋さんがあって、そこには多分必ずあるんだけど、ウェブで調べるといくつか買えるところあるので、それも概要欄に入れておくんでちょっとチェックしてみてください。そう、ライトリーで、あっち後から話すかもなんだけど、合わせたら紹介した方がいいのかな、後で紹介しようと思ってたんですが、こっちのこのスプレーとか置いてるこのトレイも同じライトリーっていうブランドで買いました。なのでこれは、お香立てをここに置いて、お香立てからちょっとなんかこうなんだろう、お香の灰がちょっと落ちちゃったりするので、それを受けるお皿として使うとかもいいし、こういう風にトレーにして置くのも可愛いので、どっちもおすすめです。で、色もグリーンと、あとちょっとくすんだピンクとかテラコッタ色とか、そういったくすみカラー系がたくさんあって、オーストラリアだけどなんか北欧カラーなんだね。そうそうそう、私が好きな色ねでお気に入りです。で、小物なんですが、まずこれかな。これはイッタラのキャンドルホルダーです。おなじみかもしれないけど、フィンランドで買ってきて今お気に入りで使ってます。このヘイのこのカラーボックスに IKEA で買ったキャンドルホルダーをこんな感じで今収納してるんですけど、いい感じに収納できて気に入ってるこれジャストフィット？これジャストフィットだよねなんかさ、こう分かる？ IKEA のたくさんもめっちゃ入ってるので、何に収納されてるわけでもなくさ、こうビニールでこう包まれてるだけだから、それだから取ると結構ちょっと邪魔だなと思ってて、なんかいいのないかなって思ってたら、これいいかもと思って入れたら綺麗にこう収まってくれたって、取りやすいし。確かにね。という感じでこれに今収納してます。で、こういうのをこう置いて、でキャンドルをつけるっていう感じで使ってます。ここの洗濯機のところはすごい綺麗にやってるわけじゃないけど、そのヘイのカラーボックス3つ置いて、キャンドルホルダー、なんかこういうハサミとか、あとはこういうスプレーとかをこう収納するような感じで置いてみてます。このヘイのカラーボックスそんなに高くないし、折りたためるしいいよね。そうそう、これめちゃくちゃいい。この黄色でも色がめちゃめちゃあって、この黄色とこの黄色もちょっと違うの。わかるかな？確かに。これの方がちょっと沈んだ黄色で、こっちの方が明るい色。なんかバイカラーのやつとかもあるよね。あるある。そうそうそう、こことこの側面が違う色で組み合わせ、ピンクと青とか、そういうバイカラーのやつも可愛かった。そう、増やしてもいいかなと思ってるぐらいお気に入りです、これ。で、また脱線したので話を戻すと、そのイッタラのキャンドルホルダーがお気に入りで夜よく使ってますっていうのと、あとはこれはね、なんかパチパチなるキャンドルそう、ジャズバーっていうなんかね、ウッディというかちょっとこうスパイシーな香りのキャンドルで、これが木の芯になってるんだけど、つけるとパチパチ音がして焚き火みたいに楽しめるっていうキャンドルです。で、合わせてこれはマッチのケース、可愛くないですか？ムーミンパパの絵柄のマッチケースです。
もうね3本になっちゃって入れ替えなきゃと思ってます。で今よく使ってるコースターがこちらです。これはエストニアで購入しました。ハンドメイドなのでなんかそれぞれ全部形が違くて2、30個とかある中から自分たちのお気に入りの形見つけて買ってきました。なんかあれだよね、なんかジュニパーの木だっけ？そうだ。だよね多分。エストニアでは結構有名なジュニパーっていう木のやつって言ってたね。そうって言ってた。では一番メインのフラワーベースマリメッコのフィンランドのアウトレットのお店で購入しました。で日本で多分マリメッコのフラワーベース買うと5万円ぐらいするかなと思うんですが、アウトレットでなんか B 級品っていうのを私たちは購入して、でも B 級品って言っても中にちょっと気泡が入っちゃって売り物にできないみたいなものなんですが、パッと見は全然私たちは気になっていないので、それでこう半額ぐらいで購入できたので、頑張ってフィンランドから手荷物で持って帰ってきました。確かにボリューム感があってすごく存在感があるいいフラワーベースだよね。そうだね。もう一つ使ってるフラワーベースがあって、これをメインで今までフラワーベース使ってて、でもこれも大きいと思ってたんですけどちっちゃいって思っちゃうぐらいすごく存在感のあるフラワーベースです。でもその代わりあれだよね、なんか花を生けるの難しいよね。お花生けるのすごく難しい。お花もさ、今 1,2 週間に1回買ってるけど、結構やっぱ多く買わないとボリューム感出ないから、ちょっと寂しくね見えちゃうかなって思っちゃう。横に結構広がるからそれが難しい。剣山買おうかなって今考えてます。早く買ってください。はい。毎週お花変えてて、今日はメインがアネモネっていう花にしてみました。これはスイートピー。スイートピーかわいいよね。スイートピーかわいい。というわけでダイニングテーブル周りはそんな感じでした。で次、このダイニングテーブルの後ろのあたりを紹介していきたいです。はい。でここがダイニングテーブルの後ろのあたりなんですが、ここは結構自分たちが好きなものを置くスペースみたいな感じで使ってます。その棚とかは前のルームツアーの時にはなかったよね。そうだね。その後に新しく購入しました。でこのオープンラックはフルクラムっていうブランドのスチールラックで、福岡だったかな、九州の方だったね。九州の方だったかなの、そう日本のブランドのスチールラックで、フライミーっていうオンラインショップで見つけて買いました。なんかラックにしては質がいいけど、そんなに高くないというか。そうだね。安くはないけど高くもない。なんか北欧とかで探そうとすると10万円ぐらいするのも全然ありそうだけど。するね。3万円ぐらいじゃなかった？ 3 万円ぐらいだった。なんだっけ、モンタナのオープンラックとかも可愛いなって思ったけど、結構ね値段が20万ぐらいしそうだった。そうし、納期が半年待ちみたいな。そうしかもここのスペースがなんかねちょっと狭くて、そうこのコンパクトでかつなんかこう馴染みそうないい感じのないかなって探してて見つけたものになります。オープンラックって全部同じ素材で作られてるのが多いけど、この足が木で、この天板がこうスチールというかっていうこの切り返しがなんかいいなと思って気に入ってます。オープンラックだからなんか開放感あっていいのもあるね。そうで、なんかこの中でよく最近質問いただくのがこのライトなんですが、これは IKEA のテッサマンズシリーズのもので、去年の春ぐらいのシリーズなので、そのタイミングで購入しました。今はもしかしたら売ってないのでメルカリとかだったら買えるかもしれません。我が家はねテラコッタ色で揃えてるので、この色がテラコッタでちょうど自分の好きな色で合ってるので、そこが気に入ってます。配色が印象的な感じで可愛いよね。
でなんか工夫ポイントとしてはちょっと高さ上げたいからなんか洋書とかで3冊ぐらい重ねておいてこうライトを置いたりみたいな工夫もちょっとしてたりします。であとはこまごま好きなものを飾ってるって感じなんですが、陶器が好きなのとあと香り物と本が好きなのでそれを中心に飾ってます。例えばこれとかは益子陶器市で買ったプレートなんですけどディスプレイ用に使ってて、その上にこういう木の実とかなんかちっちゃなアリクイさんとかをディスプレイしてます。あとはこれは益子陶器市で購入しました。なんかね面白くて、こっちが男の人なんだけど裏側は女の人になってなんか面白いなと思ってなんか惹かれて購入して、最近までドライフラワー入れてたんですがそれをね私そう僕が倒してしまいましてそう今ちょっと、はい、ごめんなさい、はい、飾れてない。であとこれはルームディフューザーです。 YouTube で同じようにライフスタイルの発信されているニコライフさんがブランドオーナーしているボヌークっていうブランドのフォレストっていう香りです。これがすごく良くて、その下の階の玄関からも香りが香ってくるくらい香りが強くて、ウッディなんだけど甘さもあるというか、なんかリンゴっぽいようなフルーツの香りもちょっとするよね。見た目も可愛くて、ここの木のアクセントみたいなのがこうインテリアにもちゃんと馴染んでくれるのが良くて、でこのボヌークのここのラベルも布でできてるんだよね。なんかそういう小さなところのこだわりとかもすごくこだわられてるなっていうのを全部から感じてすごく気に入ってます。で2段目と3段目はなんかさらっとなんですが、好きなパロサントとかこうお香を置いたり、ここもお香を置いたりで、ここはカメラたくさんお家にあるのでカメラをレイアウトしたりとか、これは IKEA で購入した収納ボックスなんですが、ここにこうガジェット類、機材類みたいなのをこんな感じで収納して整えてます。あれだよね、撮影に使うカメラのバッテリーとか、マイクとか、それこそフィルムカメラのフィルムとかを全部そこに入れてるよね。そうです。ちょっとごちゃごちゃしてたので何か隠せるものないかなと思って IKEA でこの2つ購入してきてちょうど収まってて、なんかすっきりしました。そう、えりこちゃんはさ、香り物好きだと思うんだけど、どの香り物が好きなの？どの香り物？ここにあるものでってこと？まずパロサントが大好きなのと、あとここの中で一番お気に入りはこのマホっていうお香のジプシーウッドっていう香りが好きです。基本ねウッディな香りが好きで、今のところはこのジプシーウッドとパロサントが最近好きかな。パロサントっていうのはなんかネパールかなんかの神聖な香木なんだよね。そうです。でそれを燃やすとちょっとほんのり甘いというか、なんかそう浄化作用のある煙と一緒にいい香りがね、周りに広がるって感じで、すごく持続する感じじゃないんだけど、その時すごく香る感じで、定期的に1日のうち定期的に火つけてちょっとこうお家をこう回って空気を浄化して香らせるみたいな感じ。木を直接燃やすんだよね。そう、こんな感じでも木ちょっと燃やすと煙がすぐパッて火消えてパッと煙になるから、それを繰り返して使う。で本当にもっと香らせたかったらここを削ったりとかしながら使った方がいいみたいなんだけど、まだやったことない。で隣にあるのがハーマンミラーのブックタワーです。192センチぐらいあってすごく高いので、このお部屋の中でもすごく存在感があるお気に入りのブックシェルフです。本が私大好きなのでたくさんあるんですけど、その中でも見せたい本っていうのをここには
結構収納してるかなと思います。こういう風に一番見えるところは、洋書か、写真集を飾ってます。これはオーストラリアにいる時に買ったインテリアの商品がまとまってる本だったりとか、これは最近買った川内凛子さんという方の写真集。本は結構な頻度で増えていっているので、つどつどその時好きなお気に入りの本とかっていうのをチェンジしながらここは楽しんでます。でこういう小説とか好きなんですが、小説そのまま飾っちゃうとちょっとごちゃっとしちゃいそうなので、カバーを全部外してここに収納したりっていうのをしてたりします。でちょこちょここういうドライフラワーのやつ飾ってみたりとか、これはボディクリームと好きなコップ飾ってみたりとか、ちょっとレイアウトチックにもしながら楽しんだりしてます。で次、その裏の小上がりスペースを紹介していきます。正直なところどう使っていいのかわからないスペースとして、あって、すごいどうしようかなって考えた結果、本が好きなので読書スペースにしてみようっていうところで、今そういう感じで作り始めてます。最近買ったのがこのブルーのカーペットです。でこのブルーのラグは元がこういう床なんですけど、これだけだとちょっと冷たくて硬いので何か敷きたいなと思ってて、で韓国のインテリアを見てた時にブルーのラグ可愛いなと思って、バイまで探してました。であったんですけど、ちょうどしたサイズなのがなかったので、その一回り大きいものを買って、日本に届けてもらった後に裁断屋さんでカットしてもらってぴったりのサイズにしてここに敷くことにしました。でそれが結構気に入ってます。ハマってるよね。最初青入れるって言われた時に青なんだって思ったんだけど、すごい言われた、青大丈夫って結構青ってさ強いじゃん、青強いから大丈夫かなと思ったけど、入れてみたら意外と馴染んでる、馴染んでるね、特に違和感はないね。で私はこのブルーのラグと、本当はこれティッシュカバーだけど、これよりももう少し濃いめのヴィンテージのチェストみたいな色の家具とこのブルーのラグ合わせてるの可愛かったから、その本棚をその色にしたいなと思って今考えているところです、というわけで今の本棚なんですけど、これは楽天で購入しました。でもともとはこれがワンボックスみたいになってて、これをいくつか買って組み合わせてます。で横型にしてるところには小説だったりとか文庫本を背の低いやつを配置してて、で縦に2個配置してるので、そこにはこういう雑誌とか背が高い本を収納するみたいな感じで今やってます。でせっかくなので段々のところにはレイアウトしたいなと思って、こういうエストニアの写真集とかメルボルンの絵本とかがちょっと旅行で行ったもので思い出に残ってるのを飾ってみたり、こういうフィンランドの妖精トントゥを飾ってみたりとか、あとはこういうブックスタンドみたいなのを600円とか楽天で購入して、ここにこういう表紙を見せたいなって思っている好きな本を飾ってます。その隣にスツールを置いていて、これもさっき紹介した IKEA のテッサマンシリーズのスツールです。なのでこれも同じテラコッタ色で揃ってます。でその上にはヘイのポータブルライトとかキャンドルとか、あとさっき紹介したライトリーのトレーにこういうルームディフューザーとかピロースプレーとか、なんでピロースプレーここにっていう感じなんだけどそうこういうのをちょっと飾ってますって感じですかね。後ろのレモンマートル枯れちゃったね。そうなの、かわいそう。頑張って育ててたんですが
そうだね。なんか来た時から元気なかったね。ねえ、お家が合わなかったのか分かんないけど結構頑張ったんだけどね。なんかいろんな手を尽くしたんだけどダメだったね。ダメそう。この本棚の横にこのマットレスを今畳んであるんですけど置いてて、これもヘイで購入しました。三つ折りになんか折りたたんだりとかできるマットレスで、なんか本とか見たいなっていう時はよいしょ、こんな感じで広げて、なんかクッションをここに置いてこうして、でこんな感じで本を読むみたいな感じで使ってます。待って、隣のアートは何？これはファブリックアートなんですけど、これはリグナっていう東京の茅場町にあるセレクトショップで購入しました。後ろこんな感じになってて、普通にここで壁にかけることもできるんですが、私たちは今床に置いて使ってます。でなんかちょっとここにしまいきれてない本があって、ボードゲームもあるよね。カタンとかね、そうボードゲームがあって今しまいきれてなくて、それをちょっとカモフラージュするかのようにちょっと置いてるんですが、なんか色合いがテラコッタ色もあって、グリーンがあってブルーがあって、なんかこうお家の色合いに合うカラーリングだったので、それがいいなって思ったのと、アートって普通のアートが多いんですけど、ファブリックアートはお家になかったので印象変わるかなと思って購入してみました。でその横にはこのプリアチェアっていうチェアの上にゴムの木を飾ってます。で植物はこっち側にもあって、これはドラセナっていう植物です。やっぱ植物があると気持ちが豊かになるというか、リラックスできるというかいいよね。エリコちゃんもグリーンが大事って言ってたもんね。グリーン大事。なんかでもなかったらさ、ちょっと寂しくない？寂しいかも。やっぱこういう背が高いのとかが一人いてくれると何一人って言うんだなっていう。エリコちゃんは植物のことをちゃんと人として愛してくれる人間です。そういうことですね。はい、で次ソファースペースを紹介していきます。まず、一番メインなのがこのソファーなんですけど、でこのソファーはアルフレックスのマレンコソファーっていうソファーです。これはねずっと何回も紹介してるのですが、もう一番お気に入りの家具ですね。ふわふわの雲みたいなソファーなんだよね。正面から見てみるとこうポコポコっていう風にこう雲みたいにポコポコしてるようなフォルムが印象的なソファーで、結構ね座面も広くて大きめなんだけど、背としてはローソファーなので空間を圧迫せずにいてくれてるのがすごくいいなと思ってます。うち、狭くもないけど広くもないなと思ってたので、なるべく足がないローソファーで探しててこれを選びました。クッションとかは IKEA とニョロニョロだね。そう今のところクッションは IKEA のクッションカバーと新しくニョロニョロがここにいます。ニョキ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 。これはフィンランドで買ってきました。あとソファーのブランケット、マリメッコだよね。それもそうこれはオーストラリアにいる時に買ってそのまま持って帰ってきたんですが、マリメッコのブランケットです。なんかマリメッコってそんなカラーあるんだっていう感じの、ね、珍しいなと思って、その時今より全然マリメッコとか持ってなかったんだけど、これかわいい、マリメッコなんだ、意外って思いながら購入した記憶。これも色合いさっきと同じで、緑とかもありつつピンクとかもあって配色が面白いけど、くすんでるから家に馴染んでくれていい感じだよね。でソファーの横には
こんな感じの壁にしていて、アートを3つ飾ってます。この2つはザ・ポスタークラブっていうなんかポスターのセレクトショップ、オンラインショップみたいなところで購入しました。でこれは私たちがよく行っていたデュークスコーヒーっていうカフェのイラストが描かれてて、なんかオーストラリアのことを思い出せそうでいいなと思って購入しました。でこの額とかは全部 IKEA で購入してます。でよくどうやって貼ってるんですかって質問されるんですけど、基本全部壁はこういう感じになってて、 IKEA のアルフタっていうこういうなんか賃貸でも使える粘着フックみたいなのを買っていて、でこれもし外したいときはここをギューって引っ張ると取れます。なのでこれで時計とかアートとか全部貼ってます。でその下がこういう感じでモンステラを置いてるんですけど、この裏に実はなんか Wi-Fi とかルーターが収納されて、収納っていうか置いてあって、で今これを隠すものがないのでモンステラに隠してもらってます。モンステラモリモリだからねそうそうそう。これもね、新しく最近って言ってもちょっと前か、こういう柱とかつけて、これをないとねモンステラは横にバッて開いちゃうんですけど、どうにかこう上に伸びてくれるように柱をつけたりとかして工夫してます。やっぱモンステラ存在感あっていいよね。モンステラは葉っぱが大きいし存在感あっていい。うん、かわいい。でテレビはハイセンスっていうメーカーの55インチのテレビを使っています。でこのテレビスタンドはイコールズのザ・ウォールっていうテレビスタンドを使ってます。なんか本当はテレビ台を置こうとしてたんだよね、うんうん、モンタナシェルフをそれこそそう置こうとしてたんだけど、ここにね、そうだからテレビ台用の、テレビスタンドを買ってたんだけど、結局テレビ台は置かず、そのまま使ってしまってるっていうそうここの下が薄くて、ここの上に何か置いても全然大丈夫ですよっていうスタンドなんだよね。そうじゃない、もう普通にスタンドとしてもっとちゃんとしてるやつがあるんだけど、なんかこれはテレビ台置く用のやつを買ってて結局それでいいやみたいな感じになっちゃってるでこれいいところは、これテレビの裏なんですけど、ここにごちゃってしちゃうコード類とか、あとリモコンとかそのスイッチのコントローラーとか、そういった見せたくないなっていうものをこう収納できる棚みたいなのが4つぐらいついていて、そこに全部延長コードとかそういうの全部収納してます。なのでこう配線も綺麗に見えて収納もできるっていうのがすごく良くて気に入ってます。テレビの真裏に隠れるからいいよね。そうでテレビのちょっと上に時計を置いてるんですが、これもさっきのパブリックアートと同じリグナで購入しました。で掛け時計もどれにしようかすごく迷ってたんですけど、影みたいになってるユニークな感じのフォルムと、単身がこう丸になっててこういうのも可愛いなっていうのと、あとは色がマットなテラコッタ色っていうかブラウンというか、さっき言ったみたいにテラコッタで統一してるので、その中と結構相性がいいなっていうふうに思ったのでこれは買ったんですが、置いてみても実際お気に入りですごく気に入ってます。でソファーの隣にサイドテーブル置いていて、これはウッドのサイドテーブルです。でこれもさっき言ったみたいにテラコッタ色なのと、なんか S 字のこのカーブの足が可愛くて気に入ってます。でその上にパジークかな、これはオーストラリアで買ったんですけどフラワーベース置いてたり、これ自分で作った日めくりカレンダーなんですけどこれを配置してたりとか、これはマリメッコのトレイみたいなのを置いたりしてます。でこれがいいのは両方に棚があって、今裏側にこういうエアコンとかテレビのリモコンを収納してるんですけど、
こう見えずにこう収納できるっていうのが便利で、そういう機能性もあるのがいいなと思って気に入ってます。で最後、ここのスペースに引いてあるラグはアクタスで購入しました。どういう風にしようかって迷ったんですけど、なんかこの形、色合い、配色なかなかないなっていう風に思って、ちょっと面白かったので購入してみました。なんか家に馴染んでていいよね、これはこれで。結構なんか馴染んでていい、独特な形だけどそんなに主張も激しすぎなくていいよね。素材もちょっとずつ違かったりとかしてなんかいいです。はい、というわけでソファースペースはそんな感じです。では最後にキッチンを紹介したいなと思います。でキッチンはなんかまだというか、なんかタイル貼ったりとか壁に収納作ったりとかいろいろこうしたいなっていうのがあるんですけど、現状はこんな感じになっていて、ここに箸とかを IKEA で買ったなんかトレーに収納してたりとかで、これはさっき使ってたモーニングドリームっていうミルクフォーマーです。でその隣にあるのが炊飯器で、私たちはバーミキュラを使ってます。でこれは本当におすすめというかお気に入りというか大好きで、なんかねすごく美味しいご飯が毎回食べれる感じがあります。なんかシンプルにお米が美味しいよね。シンプルにお米美味しい。で唯一保温ができないんだよね。そう結構大きなデメリットっていうのが保温ができないっていうことなんだけど、そのデメリットを差し引いても大好きな炊飯器。お米が大好きリコちゃんなのでそうお米大好きなので絶対美味しいご飯を食べたい。でも保温できなくても、最近はもう炊き上がった瞬間に冷凍するみたいな感じにすれば全然問題ないし。そうだね、全然、炊き上がってすぐ冷凍すれば本当にレンジでチンしてもすごく美味しいよね。でその隣にあるのが歌うっていうところのブレッドドロワーっていうなんていうんだろう、要は収納だね。そうだね収納です。この下にねこういう風にちょっと薄いもの収納できたりとか、こういう風にコーヒー豆とかなんかそういう細々したのを収納できる、結構収納力あって、でしまうと結構すっきりいてくれる。あとここら辺は全然まとまってなくて、こういう鍋敷きとかが置いてあったりとか、まな板トレーとかが置いてあったりとか、ちょっと適当すぎる感じに配置してますあと米びつは IKEA の米びつで、これもいいよね。インテリアに馴染む感じで気に入ってる。ルームツアーとしてはこんな感じなんですが、最後に今まで本当に動画に出してなかった一部がありましてここはゴミ箱とかロボット掃除機とかあるのと他にちょっと荷物をここに置いてます。で今最近すごい悩んでるなっていうことがあって、それがこのうちすごく好きなんですけど、収納がもう少しあってほしいっていうところが正直なところで、なんか荷物がちょっと今入りきってないところがたくさんあります。なんでちょっと今考えてるのは、ここのスペースになんかキャビネットかワゴンとかをなるべく広くなんか置けるものを置いて、そこにちょっと溢れちゃってる荷物とかを収納したりとかをしたいなっていうのを考え中です。そう今ここがねもう見せたくないスペースみたいになっちゃってるので、ここもちょっと自分がお気に入りのスペースになるようにちょっとこれから頑張りたいなっていうふうに考えてたりします。というわけでルームツアーこんな感じになりましたが、いかがでしたでしょうか。何かこれ欲しいですとか、これ持ってるよとか、そういうのがあったらぜひコメントでもらえたら嬉しいなと思います。これもまた3ヶ月後とかちょっとアップデートしてまた違うお部屋になっていってるかなと思うので、またチャンネル登録して次の動画も楽しみに見ていただけたら嬉しいです。なんかここまで結構紹介してきたけど、まだまだ紹介できてないとこあるよね。ある。なんかゴミ箱じゃあ何使ってるとかさ確かに確かに。あとはお皿とかね。
キッチン周りのこととかね、なんかそれはまた個別に紹介したかったりするよね。そうだね。こまごましたものはまだまだたくさんあります。徐々に紹介できたらいいなと思ってます。それで皆さんからの YouTube とかのコメントを返せてないのもあるんですが、ちゃんと全部は目を通して見ていて、で今回もこのお香立て何使ってますかとか、後ろのアート何ですかとか、そういったコメントをいただいたのをこの動画にも生かすことができたなと思って、とっても感謝しているので、そういった質問あったらぜひリクエストいただけると次の動画に生かすことができるので、そういったものもらえるととっても嬉しいです。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。色変わりね。